皆さんこんにちは。今日は7月の歌舞伎座に来ました。初日です。今月は今日まず見る菊之助さん、そして、朝の部は猿之助さん、そして昼の部は海老蔵さんというすごい、対決というか組み合わせです。実はジブリの作品、私は一度も見たことありません。映画もアニメもありません。はっきり言って下げていました。今日風の谷のナウシカを見てどう自分が反応するか、化学反応が楽しみです。彌十郎さんも出ます。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今風の谷のナウシカの前半が終わりました。いやー、ちょっとぶっ飛びますね。すごいな。世界観がもう歌舞伎じゃなくて、これが宮崎駿さんの世界観かもしれませんけども、戦争、そして自然破壊でも自然をめでる、いろんな要素が非常にいろんなメタファーとなる虫とか人間とか、あとは空飛ぶ乗り物とか、いろんなものに表されて表現されていたと思います。いや、ちょっとこれ海老蔵さんのプペルもあれも新作で、正直言ってすごく私は良かったんですけど、いろいろ新しすぎると。で、舞台が歌舞伎ではないというふうにいろいろ批判されてましたけども、風の谷のナウシカ、はっきり言ってもっと斬新でした。舞台装置もすごいと思いました。よく歌舞伎の、大道具さん、たちがこんなものを作り上げて、コントロールしているなというふうに思います。物語は一番最初に、口上があって、右近さんが、大きくキーワードは説明してくれてます。ただ、その後の物語はっきり言って、このジブリなりナウシカの物語をある程度知らないと結構すごいテンポで、いろいろ洋風の名前がついて、進んでいくんで、事前にある程度概略構造を理解して見た方が楽しめると思います。大きくまず地図としてトルメキア、そしてドルク、そして大きく腐った森、腐った森の海、深いというものがあります。でそのまた端に滅ぼされたペジテという町と、そして風の谷があります。で主人公は風の谷のナウシカ、そしてトルメキアの王女にあたるんでしょうか、クシャナです。でも前半はナウシカの米吉さんがメインで進んできました。いろいろ戦いつつ、そしてナウシカは捕らえられたり逃げたりしながら、最後は虫、巨大な虫のオウムが自分たちのオウムの子供たちを救うために押し寄せる。でもそれをナウシカが心を通わせて、その進行を止める。そこをなんと義太夫の語りでやりました。そして、そこにオウムの姓から、牛之助君が出てきて、で2人で待って、最後金色の海の中で終わりました。いや、ちょっと本当見ないとこの装置の凄さ、表現の凄さは表しようがありません。ぜひ本物見てください。あと青の米吉さん、ナウシカに対して、銀色のクシャナ、菊之助さん、これは出番は少なかったですけども、圧倒的なオーラ、ツーンとしたオーラがあって、かっこよかったですね。まるで、宝塚のヒーローという感じがしました。男性が女性を演じてるけども、でも非常にクールで、堂々してかっこよいと
いう男のような役という不思議な演技でした。ということで、度肝を抜かれた、歌舞伎というか、歌舞伎の部分の要素を使った、ナウシカという世界ですね。ナウシカという演劇でした。それでは、後半に行ってみましょう。またどんな驚きがあるか楽しみです。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今、風の谷のナウシカの、後半終わりました。いや、最後の宙乗り、驚きました。これも度肝抜かれました。ナウシカ米吉さんがメーベという、飛ぶ空飛ぶ乗り物に乗って、なんと降りてきていて、で暗がりの中で見えなかったんですけど、パッと照明が灯ると米吉さんがもうすでに空を飛んでました。そして、体操のようにメーベに真横に乗って、すごいですね。あんなに揺れた、宙乗り初めて見ました。昔から猿之助さんが馬になって、去ったり、あとは箱の中に乗って、くぐって、飛んだり、いろんな宙乗りに見ましたけども、最初は立って、そして横になって飛んで、こんなに揺れる宙乗り初めて見ました。かなりただ、物語は複雑なんで、今日久々にこの、筋書きを買いました。ちょっと帰って、もう一度この世界観、そしてストーリー、そして、役者のこだわりを確認しようと思います。鎌倉殿の13人の彌十郎さん、ユパという役でしたけども、まるで三銃士のようないでたち。いやでも彌十郎さん、半年鎌倉殿の13人で声を聞いていたんで、堂々とした声は彌十郎さんそのものでした。今回は宮沢りえの陸のような、女に心を抜かすというようなところは全くありませんでした。まっすぐな正統派の、後ろ盾、スター・ウォーズでいうとハンス・ソロのような役でしょうか。またはインディ・ジョーンズ的にも見えました。ということで、まず7月の歌舞伎、第3部の風の谷のナウシカを見ました。歌舞伎というよりも、壮大な世界観に基づく、現代劇を歌舞伎のいろんな要素を、付け打ち、見え、そして、宙乗り、いろんな要素を組み合わせて、さらにショーアップしたというふうに思います。歌舞伎とても楽しい。7月あと海老蔵、そして猿之助の舞台もまた見てお届けします。いいねやチャンネル登録をしてくださると皆様に情報をお届けできます。これからも一緒に和の旅を楽しみましょう。今日は7月歌舞伎座初日お届けしました。それではまた。